はい、こんにちは。武田サロンでございます。今回は一人でお届けします。もうすっかり2月も後半になってですね、すっごい全国的に寒くなったりしてまして、まあなんか3月は予報によるとちょっと暖かいらしいので、楽しみにしてますが、とはいえですね、この極寒の2月の関西も行けば何かしら釣れるので、武田さん非常に、楽しく行ってます。ここ最近で言うとね、小島養魚場、鮭釣り、もう家庭鮭釣りと呼んでます。トラウトサーモントラウトかの放流なんですけどね、これぐらい。40から50ぐらいある、50ある、ないか、40ぐらいかな、前後。非常に、エキサイティングな釣りができる。始まりましたし、この間メッキとかカマス探しに行ったら、見事にいましたし、直くん一緒に行ってくれたんでね、助かりましたけど、鈴木もですね、なんと、Y 師匠の活躍は皆さん SNS をご覧の通り、その他仲間もですね、何がすごいってもうこの2月やのに魚のいてるとこをわざわざ探してくるという、素晴らしいですね、連日、釣れてまして。武田さんもこの間、鮭釣りの帰りに、たまたま連絡したら、今釣れてますよって言うから行ったらですね、試合の5分後に到着したと。いまいちタイミングが合ってないので、そこだけが残念ですが、その他魚はいろいろ釣れて楽しい2月であります。なんかこのまま、最近ね、ここ2、3年そうなんですけど、メバルなんかはね、僕、雑誌にね、書いてた頃、もうだいぶ前ですよ。20年近く経ってるかな、ぐらいですけど、そこから10年ぐらいは、本当にね、関西なんかだと、1月の終わり、2月から遅ければ4月の途中ぐらいまで、ピタッとメバルが釣れない時みたいなのが割とあったんですけど、なんかやっぱりそういうのもどんどんなくなってきて、平鈴木なんか見てもそうなんですけど、なんか急激に気温が下がったり荒れたり濁ったりして釣れないのはあるけど、魚自体があんまりいてないんじゃないかぐらい活性が低いみたいなことはそうなくて、で、今そのメッキカマスとか青門なんかもそうですけど、いなくなんないんですよね。なんかそういうのもあって、いいか悪いかわかんないですけど、釣り物には困らない。逆に真夏の方がね、魚はいてても人間がついてこないみたいなのがあって、真冬はいつも言いますけど、関西はさすがに、0度下回ることはごく稀なのでね。確かに北風吹くと体感温度は凄まじいですから、ものすごい寒波みたいなのあるんですけど、すごく雪が多いとか寒い地域にお住まいの皆さんに比べれば、まだね、全然、もう武田さんなんか年中夏タイヤですしね、もうほとんど。雪道へ行かないんでね、最近。そういうのもあったりするんで、平和になんとか、この寒い時期もやってますので、皆さんもですね、今日ちょっと天気良さそうやなとかね、そういう日は、ぜひ、ドライブがてら、もう道がいいですから、最近、小物釣りにでも行っていただいたり、何はともあれ、小島養魚場、鮭釣り、これはぜひ遊んでいただきたいと思っています。この鮭釣りに関しては、別に武田さん、小島養魚場の回し物でも何でもなく、非常に面白いので、皆さんに、お伝えしてるというかね。また改めて説明しますけどね。もう本当にね、気軽にスプーン一つ持って、実際一つじゃ寂しいですけど、投げて巻いて、綺麗なね、食べて美味しいトラウトサーモン、鮭が味は鮭ですから、ピンク色で身がね、釣れてしまうので、特にこの寒い時期非常に楽しめますから、やってほしいなと思いまして、いろいろ、リスナーの皆さんから、温かい声を、フィッシングショー、この間ありましたんでね、その前後ね、メールとか直接お話ししたやりとりで、非常に何人か、何十人やな、いろんな方とやりとりがありまして、お話もさせていただいたんですが、非常に武田サロンも見ていただいていることで、本当にありがとうございます。
いいものといいお話を伝えていきたいと思いますので、これからも引き続き、初心者でご覧になっている方も、もうここから始めてもらえばいいです。大事なことしか言わないですから、全然大丈夫ですので、よろしくお願いします。これは皆さんに言っておきますが、本当に大事なこと、本当にかっこいいもの、本当におしゃれなもの、ずば抜けていいもの、これは必要以上には流行りませんので、こういうコンテンツを利用しながら、密かに楽しんでいく。その輪を広げて、その中で僕は活動できれば十分だと思ってますんで、くれぐれも皆さん、よりマニアックにおしゃれに行っていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。というわけで、お便りもいただいているんですが、その場で僕お返事したりすることが多いので、ちょっとご質問いただいたので、一つお読みします。ちょっと何回かやりとりがあってね、これ僕、お会いしたんですよ、一度前に。もう大好きになりまして。S さん、返信ありがとうございます。元気に釣りに行ってます。お忙しいと思いますが、武田サロンの長尺も楽しみにしてますし、これからリリースされるロットや商品情報の紹介も楽しみです。釣りをしていてある程度経験を積んでから見返すと、また違った見方ができて面白いです。ありがとうございます。最近思うのですが、皆さんはジグタンでのアジメバル釣りの時、ジグヘッド、ワームをどんな風にまとめているか知りたいです。私はジグヘッドを重さごとに分けて、仕切りが細かいケースにまとめてます。ワームは袋、新鮮な感じがして、のまま袋ごとね、ジップロックにまとめてます。スマート感が足りないといつも思っています。いかがでしょうか。これ、サロンでもね、前やってるとは思うんですけど、改めてね、メバルアジ、特にメバルは今からだんだん状況がまた良くなって、もう夏前までですね、最近は。もう梅雨時分までずっと釣れますし、サイズもどんどん良くなるし、アジも今年どうなることやらでね、今いるいない場所がはっきりしてるんですけど、沖合にいてたり、釣れる場所では釣れてたりするんで、また今年は、去年はあんまりなかったですけどね、初夏のパターンみたいなアジが出てきてくれると非常に嬉しいんですけど、早速、S さん、S 君ね、ありがとうございます。ジグヘッドは重さごとに分けて仕切りが細かいケース。こういうやつでしょ。これ、よくある。これいろいろタイプが出てて、僕もこれ自分の部屋のストック用なんです、実は。こういう風にね、入れてるんですけど、ケースの、利点は汚れたり錆びる以外は、破損もあんまりないです。最大の欠点は、持ち運んで揺れるんですけど、この時に、あんまりバラで入れてると、中で、このマスの中で針がいっぱい動いて、何日何ヶ月じゃダメですよ。ずっとなんか知らぬ間に先がなまってたりね、することがあります。なので、ケースにしまわれる方は、重さ別、種類別にこういうふうに、ウレタン、ジグヘッドとか針を買った時にフォームがついてるんですけど、これに刺してから、直すと。こんな感じでね。はい。こうしておくと、非常に針先は新品のままですから、ケースも OK。で、武田さんは、まんま、これもね、もうお馴染みになってきましたけど、なんかどうも C&F さん、最近売ってないらしく、これスプーン用のワレットなんですけど、ちょっとやりすぎぐらい入ってますけど、僕あちこち行くのにこれを持っていきます。もう 0.2g から5g、7g かなまで、全部これに入ってます。メバル、主にメバルかな。メバルアジ、その他、ライトなロックフィッシュはもうこれ1個でいきます。で、ワームは、これもおなじみ、こんな感じでね。僕はケース派です。こんな感じで入れてたり、こういう便利なケース。片方がフォームになってて、こうね。これアジの箱です、武田さんの。で、片方に、ワームが入ってると。
これは主にね、ちょっと中型、大型のアジ用のケースになってるんですよ。だから、ちょっと、まあ、遠いとこ行って大きなアジを狙うとか、ロケでね、大きいアジが釣れそうな時はこれを持っていきます。で、実際、これもあれもとなると、すごい重たいんですよ。おしゃれかつスマートさが売りのゴーフィッシュですから。まあ、これをそのままね、まあ、現場に置けるとかね、バッグに入れてならいいんですけど、ちょこまか歩いたりするので、大変な時は、さらにいるものだけを、こういうちいちゃなケースにしまってます。はい。これで携帯したり。で、これ、もいもいが入ってるんですけど、これも前にお話ししたかな。これ、まあ、ごくごく簡単な、僕この一番シンプルなケースが一番好きなんですよ。で、これに、100均で売ってるんですけど、シール付きの、フェルトね。これを貼っておくと、ワームがくっつかないみたいなこともあるんで、これ非常に便利です。はい。もうこれで、ならもうこれだけでいけるし、もっともっと、例えば、もう旅行先でちょっと釣りしたいとかね、なんか手持ちあんまりないのに、もうこっそりちょっと釣りしたろやないかとか、もう本当に今日は30分だけやろうみたいな時は、これももうちょっと売り切れて、久しいですが、まあこういうね、ちっちゃなケースに、ご覧ください。このジグヘッドと、はい、ワームが数種類だけ、はい、入ってると。よいしょ。こんな感じね。はい。これ意外に便利です。もうポケット入っちゃうんで。もうこんな感じで、これでやれちゃうから。はい。それぐらい、まあ、ライトゲームの本当に簡単なところっていうのは、まあ、タックルがあれば、リーダーとこれ、ヘッドライト、ラインクリッパー、ちょっと魚、バサミ、うん、ペンチ、プライヤーね。もうほんとちっちゃいものがあれば十分これでやります。バーブレスにしとけば、メバル釣りなんかほぼほぼ、あんまりね、ペンチ類はいらなかったりすることもあります。まあ持っていった方がいいですけどね。もうごくごく簡単に。まあこういう感じでいろいろやれますから、ぜひ、車積んどく用、もしくはまあストック用ね。で、家のストック用ね。はい。で、車に置いといたり、いろいろ持っていく用、簡単用、さらに簡単用。まあ、こんな感じで。で、肝心のワーム、ジップロックにまとめてます。こういう感じでしょ。これ実は、これを推奨している、まあ、メーカーさんというか人もいるんですよ。なぜかというと、これはそうではないですけど、うちの、このもいもいちゃんとかもそうなんですけど、まあ、並べてバラで入ってるんですけど、トレイがついたワームケースあるじゃないですか、入れ物ね。あれはトレイごと、保管してる方が、まあ、S 君新鮮さを感じてとありますが、確かにね、崩れたりしないし、ちょっと表側についてる油分みたいなのも取れにくいかなと思います。まあ、パッケージの中にちょっとオイルが入ってたりするんでね。これも一つの手なんですが、これの厄介なのは、現場で出し入れするのは非常に煩わしいです。特におかっぱり、足場がちょっと限られてるとか、もう置けない。全部手持ちでやる場合っていうのも、これを開けて、また開けて、みたいな感じなんで、武田さんはもう、よいしょ、あれケースに入れてます。アジワームの時注意しないといけないのは、ワームの長さ分の仕切りを絶対確保しとかないと曲がったままになっちゃったりしますから、ぜひ。まあこういうのに入れて、ほんと使う分だけ入れといてもいいですけどね。はい。怖いんです。ワームも意外にまとめて買うと、とんでもない値段になったりしますから、そこはご注意いただいて。まあ、でも釣り人の差がというかね、僕もそうなんですけど、こういっぱいストックがないと寂しいので、もうこういう、ちょっと置いとく用のやつとかもそうですけども、ちょっと減るとすぐなんか詰めて置いとくみたいなね。最近なんかワームオイルとかあんまり、まあもともと海のワームでワームオイル使わないんですけど、その昔ね、ブラックバスやってた方、よくご存知ですけどね、大好きなグレープ、メロン、ストロベリーみたいなワームオイル売ってましてね、
タラタラタラっとかけて、なんかよく直してましたよね。ああいうのまた、なんかあってもいいんじゃないかと思うんですけど、下船匂いがするワームがたくさん今ありますからね。そういうものに、メロンなんか混ぜたらもうどえらいことになるんじゃないか。それが理由で出てないのかなと思います。武田クラフトのワームには出してもいいかもしれないですね。ちょっとまた考えたいと思います。という感じです。S 君、大丈夫でしょうか？はい。センスよくまとめてください。これ5個とかね。こんなんいっぱい持ってる。これはこれであんま増えると何が何かわかんないので、大枠にはメバル用、味用にしときたいんですけど、メバルも味も釣れる時があったりするから。2個ぐらい。これぐらいなら2個持ってってもそんな荷物にはならないんでね。ワーム2ケースと、ジグヘッド両方で使えるような。最近湾岸プロヘッドも出ましたんでね、兼用でできたり。ジグヘッドもね、ジグヘッドの話またできたら大縄張さんとか読んで一緒にやりたいぐらいですけど、すごい深いいい話が山盛りありまして、釣り具屋さんに行くと今、ライトゲーム系、メバルアジに限ってもそうですけど、すごいたくさんの種類のジグヘッドが売ってて、僕釣り具屋さん行くたんびに、こんないらんやろっていつも言うんですけど、いろいろ事情があってね、取り揃えてるんですけど、あんまり似たようなものは必要ないので、やっぱコンセプトのあるものがいいです。いつも言いますけど、針の大きさの違うものとか長さの違うもんね。で、使うワームに応じたもの、そういう分け方をしとくと、3種類、根魚他も入れるとね、4種類、5種類ぐらいになってしまうんですけど、自分なりに整理できるようになれば、いろいろいいかなと思います。そして、質問の前半、これですね、これからリリースされるロットや商品情報の紹介。ありがとうございます。カタログをもうお持ちの皆さんも多いかと思いますが、フィッシングショーからでお会いした皆さんにはお配りして、その後、ゴーフフィッシュのオンラインショップで、お買い物いただいた方には、随時、付けさせて一緒にお送りさせていただいてます。なんかロットなんかだとついちょっと丸まっちゃうんですけどね、そこはご了承いただいて、まだご覧になってない方、表紙、ドーンとしょっぱな、はい。今年出ます。10フィートシリーズ。これもご存知ない方のためにお話ししとくと、ゴーフィッシュは、すごい前ですよ。17、8年なんのかなもう。一頭最初に僕がやってた、ベイトロットの平鈴木竿 11B。これを一番最初に作りまして、その直後にパーセブンという竿を作って、この2つで始まったんです。で、そこから 11S、今はマスタープラグがいろいろ出てますけど、11フィートのシリーズっていうのは何度かモデルを変えながら、もうかれこれ売ってました。それがですね、10フィートに統一して、色違い。これデザインも違うんですよ。で、発売します。そして、テイクバッカー。これもお探しいただいている皆さん多いんですが、これね。青物用のキャスティングロッド P35。2号から3号ぐらいで楽しんでいただける、青物キャスティング。これも10フィート。全くのブランク違いですが、同じ10フィート2ピースで合計5機種。ベートスピニング。ブラウンのベートスピニング。そしてテイクバッカー 10S。この5機種が出ます。で、いろいろものづくりされてる方、今事情をいろいろご理解いただいてると思うんですが、もちろん、全部国内生産ではありますが、一部パーツがですね、やっぱり海外依存みたいになることがあるので、部材の欠品とかね、それに伴ってなんかの工期遅れみたいなのがすごい多発してまして、最新の、国内の工場からの、生産時期っていうんですかね。が、つい最近出ましたんで、この5アイテム、10フィート、10S、10B、それからテイクバッカー 10S 含むこの5機種は、おおよそ、今の予定では、いつや、6月です。はい。6月には出せそうです。はい。10S、10B、テイクバッカー6月頃と思ってください。
でですね、次2ページ目。これも安定のマスタープラッガーに、リバーサーフプラッキング、おかげさまでもうお使いいただいている方もたくさんいると思います。13フィートテレスコはまだ若干数在庫がありまして、なかなかね、高価なんですが、平鈴木、丸鈴木で長い竿が欲しいという方は、ぜひ在庫のあるうちにご注文ください。16.5 も間もなくなくなりそうですが、随時作ってはいくんですが、ちょっとなくなる時期があります。で、リバーサーフプラッキング 80S、90S はおかげさまで完売してしまいまして、次回も作れるんですが、このグリップね、これ映ってないですけど、自由に動くアルミのグリップがついてるんですが、これがもう生産が実は、終わってしまいまして、これを通常の、富士の DPS というグリップにつけたもので、もう一回作ろうやないかと今試案中、しばしお待ちいただく感じになっています。そして、その次というか、10S、10B、こうですね。3ページ目これいきます。GP グラス。おかげさまで、こちらも大人気。素晴らしいグラスドットです。ベイトスピニングは去年出まして、2機種揃ったんですが、スピニングは若干数まだ在庫があるのと、ベイトもですね、春、そうですね、3、4月頃には入荷しそうです。これもまた、ご案内します。はい。で、その次に、ちょっと飛ばしますけど、非常にお問い合わせが多い、カモメトレール、それからスロータイムアイムハッピー。スロータイムアイムハッピーは、在庫がございます。非常にたくさん作ってしまいましたので、まだまだ在庫がありますから、ぜひ今年もしっかり販売していきたいと思っています。カモメトレール、これもおかげさまでですね、なんか、イベントがあるたびにですね、すごいナイスなカップルの方とかですね、すごいこじゃれたお兄さんとかね、お父さん、子供強いお父さんとかね、そういう方から、カモメトレールはいつになりますかって非常に言われるんですが、今、なくなってます、48の UL トラウトスペシャル、56UL、60ML、69M、この4機種は、春ぐらいに出ます。ちなみに、カモメトレイル 56UL、60ML、69M スピニングね。この3機種は5月中旬から6月ぐらい。トラウト用の 48UL。これもグリップが、富士の仕様に変わったものになるんですが、これがですね、夏頃やね。7月の終わりか8月頃に出ます。一番問い合わせの多い、カモメトレール56か69みたいなところはだいたい6月までには出ますので、よろしくお願いします。どのロットもですね、基本的には、発売1ヶ月前ぐらいをめどに、またご予約のご案内をさせていただきたいですから、それでまた皆さん、釣り具店へご注文いただいてもいいですし、最も確実なゴーフィッシュオンラインショップの方へご予約いただければ、大丈夫でございますので、よろしくお願いします。で、L シリーズ。はい。おかげさまでもう大人気、もうすっかり武田さんも使い込んで、だいぶヘニャヘニャになってきました。L シリーズ。それから、カタゴに掲載してますのは、パワー7と9ゲームス2。ちょっと新しい竿は出そうなんですけど、この辺がですね、非常に実は、これトルザイトリングという富士の、薄いガイドがついてるんですが、まさかの長期欠品してまして、納期がまだ読めてないです。今年中には出ないかもしれないです。はい。朗報があればすぐまたお話ししますんで、このあたりちょっとお待ちかねの皆さんはですね、ぜひ少し長い目でお待ちいただかないといけないかなと思います。よろしくお願いします。とりあえず、10フィートのシリーズ、それからカモメトレールの、今ないところ、このあたりは出ます。あと GP グラス、これも、ベートが出てきます。竿に関してはそんなあたりですんで、おおよそ夏ぐらいまでに、揃うんじゃないかな、今年分は、と思ってます。あと、まだ告知はちょっとまだ先なんですが、面白いコラボレーションもありますんで、竿に関してはね、また、そのあたり楽しみにしててください。非常に、いいと思います。
で、カタログ、竿が終わると、GP カスタム、アパレルが載ってまして、武田クラフト。はい。それとこれは、リレーテッドプロダクツと書いてるんですけど、武田さんの関連商品企画したもの、指タオルなんかもちろん直接販売してますけどね、サブロックさんだったり、その他、さっきの、この辺のワームなんかもね、これスミスさんから発売してましたですからね、そういうゴーフィッシュが直接は売ってない、商品というか、開発商品みたいなのを載せていただいて、で、最後の方に、このですね、なおくんが素晴らしい写真を、去年も撮ってくれましたんで、それを使わせていただきながら、ちょっと楽しいコラムを書きました。メッセージが入ってますんで。こういう、そんなに大きくはないカタログですけどね。ぜひ、あるうちは、お渡ししたいですし、この後、名古屋のキープキャスト、ここにも書いていただいてます。キープキャストできたら、行きたいですと書いていただいてますんで、キープキャストなんかもね、ぜひお越しいただければカタログをまた配布したいと思いますんで、よろしくお願いします。という、ご質問にお答えする形で、ロットの発売時期なんかも一通りはお話できたかなと、思ってまして、そんな具合でございます。何よりなんか、ちょっとドライブして、メッキね、でかいんですよ。カマスもでかいですよ。で、この間池ガツオ、クイーンフィッシュを釣ったんですけど、見たことないぐらいでかなってて、もう写真を見た Y 師匠がですね、もう外国の魚の顔やな、いうようなぐらい、なんか凛とした顔でね、びっくりしまして、面白いです。冒頭にも言いましたが、鮭釣りもぜひスプーンを持って遊びに行ってください。また、おかげさまでね、仲良くしていただいている関西の釣り具屋さんなんかではね、コーナーができてきてましてね、非常に皆さん、行きやすいか、きっかけ作りにはなってると思うので、いいなと思ってます。釣り場がなかなかね、釣り物が乏しいですから、基本的には、この冬場で。そんな時期で釣り場もなかなか煩わしいところに、小島養魚場さん非常に楽しい釣りを展開されてますんで、これは楽しまな損やなということで、武田さんも一緒になってなんか盛り上げていこうやないかということで、楽しみますし、僕も実際よう行ってますからね、やっぱり楽しいですよ。こういうとこから釣りも始めていただいてもいいかもしれない。言うときますけど、そんないつもめちゃめちゃ釣れないですよ。冬ですから。それだけは言うときますけど。細かいノウハウはありますから。やっぱこういう釣りも、なんか、行って通ってみたいなことはしていただきたいなと思います。なんか、海上釣り堀とはまたちょっと違うんですよね。僕の海上釣り堀のイメージってなんかすごい高額なお金払って、その代わり 100% 魚が釣れたりもらって帰ったりして、それで、例えば、人によっては年に1回とか、月に1回とか行って、それで満足して帰るみたいな遊び方なんですけど、小島養魚場さんの特にこの鮭釣りの遊びについては、管理釣り場のような、行って、なかなか低価格なんですよ。これがまたすごいんですけど、もう十分楽しめて、その日は釣れたり釣れなかったりは、この冬ですから、あるんですけど、生き物ですからね、楽しんで帰ると。もう地合いになれば、それこそ楽しい釣りが。こう言うときますけど、関西の皆さん、こんな4グラム、6グラムのスプーンあんまり投げたことないでしょ。あと、かかってからジャンプしますから。天気のいい日というかね、魚の活性のいい日は。そんな魚もそうそうなかなかいてないので、そういう遊び方をこうしてほしいな。僕、ブログにもこの間書いたかな。はい。あんまりせこい釣りするよりは、こういう王道とはいえ、オーセンティックな釣りをですね、ぜひ、してですね、本場の鮭、マスが釣れるエリアの皆さんからちょっと笑われながら楽しんだらいいんじゃないかなと思ってますんで、楽しんでいきましょう、皆さん。よろしくお願いします。あとですね、なんか最近、この間も、釣り屋さんのスタッフと行ったりしてたり、知り合いの知り合いみたいな人と行ったりしてて、いろんな人が見てて、で、特に、小島養魚場なんか行くといろんな人がね、タイプの人が来てて、非常に僕も勉強になるんですけど、あと SNS なんか見てるとね、
まあ面白いというかね、なんか、やっぱりここにないかな。昔、ちょっと待ってください。こういうね、まあたまたまあそこありました。こういう本ね。やっぱこういうのね、あった方がいいなと思います。釣り入門みたいな。もう誰も見いひんやろって思われても。なんかね、ちょっと違う感じあるんですよね。ちょっとね、この間、最近でね、前も言ったんですけど、これ僕の、主観もあるんでね、その辺は武田サロンなんで、まあ、そういうつもりで聞いていただいたらいいんですけど、まず、ニジマスをバス持ちとかね。はい。これ僕ら的にはね、まあ僕が間違ってたらあれなんですけど、指ちぎれるやろみたいなね、血出るやんみたいなとかね。あと、まあ、ニジマスをアジバサミで挟んでるとかね。これはなんでかというと、トラウト類っていうのは基本的に水に近いとこで釣るでしょ。まあ、ウェーディングしなくても、まあ、岸際、特に管理釣り場なんかっていうのは、まあ、ネットは使っても非常に水際が近いから、その後手を洗ったり、手をつけれることが前提なんで、まあ、できるだけ優しくネットの下とか、まあ、直でも手を濡らしてから、まあ、優しく持って、まあ、魚を取ると。なんでかっていうと、魚が綺麗からなんですよね。で、スズキとかなると、60、まあ、せいぜい65センチ、70センチぐらい、まあ、超えてくると、こういう持ち方がね、できるんですけど、小さいの、4、50センチぐらいだと、ついバス持ちしちゃって、まあ、それはそれで悪くはないんですけど、まあ、こういう感じで写真を撮るのが、まあ、良かったり。トラウトもまあ、大きくなればね、僕今、鮭釣りしたらこうやって撮ってますけど、あれわざわざ水汲みバケツで水汲んで洗ってますからね。手冷やしてね、一応。まあ、その後食べるにしてもですよ。まあ、そう綺麗な写真をまあ撮りたいからっていうんで。でもなんか、アジバサミがね、出てからね、全部アジバサミなんですよね。もともと、関西ではアイゴバサミっていうね、もう毒が、トゲトゲで毒があんのに食べるから持って帰るようにこう挟むギザギザのやつがあって、その後アジ釣りが流行ってから、いわゆるアジバサミ。これはね、フィッシュグリップって最近呼ばれてるんですけど、僕の中では絶対アジバサミなんです。なぜかというと、アジくんとサバくんには申し訳ないですけど、アジ、サバ、特に小さいやつ、まあ大きくてももう、ハサミで挟む以外方法はないんです。唯一、アジを優しく釣る方法は、僕、たまに、まあ、秋口に、ウェディングでサーフでアジングするんですけど、そういう時は、また水辺が腰ぐらいで近いでしょ。そうするとね、手を濡らした後、まあ、ジグタンなんかだと安全なんで、上がってきたアジを手で取って、写真を撮って、針を外して逃がして、その場で洗うと、全然匂いもないんですよ、実は。ただ、堤防なんかで釣る場合は、まあそれこそ水汲みバケツを持っていかないとダメなんですけど、なかなか手を洗ってられないし、まあ地合いでラッシュになるんでね、まあキープすることもあるんですけど、まあそのためになんかアジバサミができて、あんまり他の魚なんか挟むんね、メバルとかね、なんかガシラもね、ちょっとかわいそうかな。幸いなことにメバルガシラはいわゆるバス持ちができますから、逆に言うと、メバル頭みたいなのをあんまりこうやって持たない方がいいです。まあ知らない人がいればですけど、あれちょっとエラのところに突起があって、メバルの毒とかめちゃめちゃ怖いですから、多分経験された方いっぱいいると思うんですけど、刺さると超痛いです。なんか毒みたいな感じになってます。そういうのがあるんで、まあ、いい取り方をなんかしてほしいなと思ってね。なんか最近見てるとそういうのって誰も言えへんねんなと思ってね。なんか、ニジマスバス持ちはちょっとやばいなと思いましたけどね。いわゆるトラウト類ね。大丈夫、指、ピシャー切れたりとかしてないんかなとかね。なんか、食べるにしてもなんかあんまり小さすぎる魚、アジバサミもね。まあ、これアジサバには申し訳ないですよ。それしか方法がないから、アジバサミをどうしても使うんですけど、それ以上魚に優しくという方はぜひ、まあもちろんネットとかね、あと水に手がまあつくようなところで釣りをしていただけたら、なんか
いいかなと思って、すいません。なんか釣り親父的な話になりましたけど、なんかあんまりね、美しくないんですよね。ああいうの見たときに。なんか僕のそういうなんか気持ち的なとこもあって。だからそういうのがこういうのに書いてればいいんですよね。とか思いました。なんか服装にしてもね、あんまりデタラメなんもね、ちょっと見てて。やっぱりすごいですよ。もう冬やのにね、なんか軽装なんですよね、初心者の人って。それはおられへんやろっていうぐらい、寒そうなんでね。もう、こないだ、もう寒波の時僕、小島養魚場鮭釣り行ったけど、すごいですよ。ウール系のね、インナーをこの下にまだ、まあ上下着て、で、うちの奥さんがこの間プレゼントしてくれた、マグロ漁師の靴下っていうね、すごい、まあ、なんかこれ再販して今そういう名前で売ってるんですけど、とか、まあ古くは持ち肌系って言われるね、肌着ね、ああいうのを着てから、まあしっかりしたこう熱を、溜める中間着を着てからアウターを着ると、で、なおかつもう首周り、耳、頭、手袋、しっかりやっとくと、5時間座りっぱなしでも全然大丈夫でした。まあそういうことで、激変しますから、ぜひですね、まあその辺のことは、なんか、しっかりした方がいいんじゃないかなと思いながら、なんか見てますね。あと、魚血だらけで持ってる人もね、ちょっとまあ、しょうがないですよ。別に文句じゃないですよ。自分的にはちょっとなと。こないだも友達と行って、わあ、写真撮ったけど、お前血だらけやないかみたいな後から見てね、まあ、笑いましたけどね、まあ、食べるからええかみたいな感じあるんですけど、なんかまあ、釣り人の本当勝手なんですが、釣って楽しんでるんですけど、まあ、気持ちの上ではお魚様と思ってますから、ぜひですね、まあ、優しくしてあげたいし、リリースできる魚はしてあげたいなとは個人的にはまあ思ってますから、そんな感じで、楽しんでいただきたいなと思ってます。というわけで、今回は、まあ一人でまた、まあ長々になってきましたが、お便りありがとうございます。ご質問ね、僕その場でまあ返すことが多いんですけど、まあ皆さんに聞いてほしいなっていうような質問があれば、こうやってまた、お話ししていきたいですし、前回ぐらいでもお話ししましたけども、ちょっとこういう、今日ジグヘッドの話しましたけど、ワームのね、ジグヘッドワームとか、もう釣りにまつわるその辺のちょっとした、まあスキルというかね、ノウハウ的なことも、ぜひご案内していきたい。過去の、まあ、収録と若干重複するところもあるかもしれないですけど、まあ、ご覧になってる方もどんどんね、新しい方もいらっしゃるので、ぜひですね、やっていきたいと思います。あとは、新商品は、もちろん、GP のカスタムルアー、今年ももういろいろ目白押しで、すごいとこまで予定してます。時期的にはね。楽しみになると思います。これなかなか釣れる魚を想定しながら、予定は組んでいってるので、どうなることやらはあるんですけど、やっていってますので、楽しみにしててください。あとアパレルなんかもね、非常にもうこれね、もうめっちゃ気に入ってる。いいアパレルが、自分自身もよく使うので欲しいんですけど、またちょっと値上げ問題もあったりしてね、ちょっとどうなるのかなと思ったり、3年ぶりに、フィッシングショーで皆さんとお会いして、この後、キープキャストでもお会いするので、まあ必ず、まあそういうお話というかね、本当に、こういう人たちに来てほしいなっていう人たちが来てくれるんです。ありがたいことに。まあ、そういうカップル、ご家族、子供連れね、すごいシュッとした、なんかおしゃれな釣り好きの、それこそ若い世代から僕らぐらいまでの人まで、たくさんの方が来られるんで、なんかいろいろそういう人たちが喜んでもらえるようにと思ってアパレルなんかも考えたいんですけど、まあ、無限にね、あんま値段ばっかり高くなってもなんで、ちょっと今考えてます。釣り具も、まあ、例に漏れず、お値段どんどん変わってますから、まあ、吟味してお買い物いただければなと思ってますんで、ひとまず今回のところは、そんな感じなので、まあ、そのうち、まあ、どっか要望があればね、もう武田栄の釣り入門でも書けばいいんですけどね、いかんせん、まあ、こんなご時世ですので、どうなることやらですが、
ぜひですね、こういう、ちょっとした収納一つとってもそうなんですけど、これいいこと書いてくれてますよ。一回やって、また改めて見ると違った見方ができる。だそういうことなんでね、最初からあんまり自分正解ばっかり、うまくこう、積んでいくっていうのはなかなか難しいんで、一回やってみたけど、やっぱり違うな、みたいなんで、ちょっとずつこう分かってくるというか、そういうのも釣りのいいとこでもあるので、ぜひ、見ていただきながら、楽しんでいただきながら、時にはがっかりもしたりしながら、やっぱりいいなっていう楽しみ方をしてほしいなと思います。それでは皆さん、ひょっとしたら名古屋へ来られる方は、その前には多分このオンエアをご覧いただけてると思いますので、名古屋でお会いする皆さんお待ちしてます。その他大勢の皆さん引き続きご愛顧よろしくお願いいたします。それではまた。